どうも、ずんだもんです。今回は武器カスタマイズしたブレイカーについて見ていこうと思います。どれが強いか結論から先に言うと、撃ち方や敵の種類、状況によって変わるので、一概にこれがいいとは言えないです。しかし、マズルをフルチョークやダックビルに変更すると、使用感がかなり変わるので、どのマズルにすればいいかわからない方は、参考にしていただければと思います。では、カスタマイズの一例を確認してみましょう。まずはイルミネートでフルチョークのマズルをつけた場合、他は取り回しが良くなるアイアンサイトと反動軽減するフォアブリックを採用。フルチョークの利点は弾の拡散が抑えられるので、15メートルほどの距離なら胴体の中心を狙ってソウルレスを一発で倒すことができます。しかしある程度正確に狙わなければいけないので、射撃ボタンを押しっぱなしにすると弾は消費したのに敵の数は減っていないということになりがちでした。こちらがフルオートで適当に狙った場合です。反動も小さいわけではないので、体の中心にうまくヒットしません。また倒れても這いずり状態で生き残っていたりするので、弾の消費も多くなります。逃げるだけなら足を打って転ばせてもいいですが、余裕がある状況では1体を一発で仕留めたいところです。こんな感じで生き残ります。オーバーシアーに対しては距離が近ければ4発ほどで倒せます。少し離れていてもフルチョークなら9発ほどで倒せる感じです。ショートマガジンでも倒しきれないことは少ないと思います。距離があると倒しきる前にシールドを出してくることがあるので、最初から足を狙うのもありです。同じ部位を打ち続けた方が素早く倒せます。ウォッチャーの処理も早いです。大抵は2発当てれば十分です。フレッシュモブはショートマガジン2つ分で倒しきれることが多かったです。弾数でいうと26発ほど。複数ある頭を狙った方がもう少し早く倒せるようでした。ワーク線のシールドも9発ほどで破壊できます。他の武器と比べても早い方です。ちなみに包囲準備完了を切るとリロード速度はこんな感じ。ショートマガジンで 1.5 秒、ドラムマガジンで 2.3 秒ほどです。弾を残してだともっと速くなります。ショートマガジンは 1.1 秒、ドラムマガジンは 1.6 秒ほどです。次はダックビルとドラムマガジンの組み合わせ。距離が近ければ胴体に1発で倒せますが、基本的には1体につき2発で倒せる感じになります。フルオートで撃ってもある程度は倒しやすくなりますが、2発で止めて標的を変える撃ち方にした方が結果的に早く倒せます。ダックビルにするとフルチョークほど正確に狙わなくても当たりますが、弾数が必要なので使うならドラムマガジンがいいかと思います。オーバーシアーは距離があると10発以上は当たないと倒せない感じでした。ダックビルにショートマガジンではリロードなしで倒しきるのが難しくなります。オーバーシアーに対してはフルチョークの方が倒しやすいと感じました。ウォッチャー処理に関してはダックビルの方が当てやすいです。少し距離があっても3発ほどで倒せます。フレッシュモブはリロードなしで倒せることが多かったですが、距離があると倒しきれないこともあるので、フルチョークの方が対処しやすいと感じました。個人的にはイルミネート相手ならフルチョークにショートマガジンを選択しますが、距離を保ちながらしっかり狙わないと素早く倒せないので、ある程度慣れた人向けのカスタマイズだと感じました。ハーフチョークなら早い段階で購入できるので、こちらを使ってしっくりきた人はフルチョークでも問題なく戦えると思います。続いてはターミニット。こちらはハーフチョークにショートマガジン。光線距離が近くなりやすいターミニットはハーフチョークで十分だと感じました。フルチョークでは狙いが厳しくなるので、小型の敵とハンターなどの処理が大変でした。プレデターストーカーも前足を破壊するように撃てば5発ほどで倒せます。頭を狙っていけるならそちらの方が早いですが、ショートマガジンでも2体は処理できる感じです。軽装甲貫通武器の場合は体よりも腕に当たった方がダメージが高いので、頭を狙わないなら腕を打った方が素早く倒せます。ウォリアーは即撃破できるので、1体につき2発撃つようにするといいです。フルオートで連射すると倒した敵に弾が当たってしまうので処理が遅れます。ハンターは頭に当たれば1発、うまく当たらなくても大抵2発で倒せます。こういった飛びかかりに対してもハーフチョークの方が当てやすいように感じました。ハイブガードも装甲のない部分を狙うと4発ほどで倒れる感じです。アルファコマンダーも頭部を破壊するのに4発ほど。近づかれたら近接攻撃で押し返しましょう。距離があると頭部破壊に8発ほどかかる感じです。シュリーカーの群れに対してもハーフチョークだと当てやすいです。羽に当たっても結構落ちます。バイルスピューアーはグレネードピストルを撃って後ろ足か緑色の部分を狙いましょう。
インペーラーをグレネードピストルの後に弱点に8発ほどで倒せます。続いてこちらはダックビルを使った場合、シュリーカーに関してはハーフチョークよりもかなり当てやすかったです。2発ずつ撃つと大抵は落とせる感じでした。また横に拡散範囲が広いのでハンターや小型の処理は楽になる感じです。2発ずつ撃つと確実でしょう。しかしストーカーの処理能力が少し落ちる感じでした。胴体を狙う場合、ハーフチョークより2発分ぐらい多く撃たないと倒せない場面が多いように感じました。ダックビルを使うなら初めから頭を狙った方が良いと思います。ショートマガジンだと安定して2体のストーカー処理は難しいのでドラムマガジン採用でもいいでしょう。ハイブガードは爪よりも頭の下を撃った方が倒しやすいように感じました。4発で倒せました。ざっくりまとめると、ハーフ、フルチョークは遠くの敵にも少ない弾数でダメージを与えやすい。ストーカー、アルファコマンダーも素早く倒せる。デメリットとしてはハンター、シュリーカーなどしっかり狙わないと当てにくい。対してダックビルはハンターや小型の処理が楽になるが距離が近くないとダメージが分散しやすいのでストーカー、アルファコマンダーの処理が遅くなるといった感じでした。個人的にターミニットならハーフチョークにショートマガジンが戦いやすいですが撃ち方や装備構成によって好みは分かれると思います。最後におまけとしてオートマトン、フルチョークにするとかなり戦いやすくなります。これぐらいの距離でも強化スカウトのミサイルを爆発させたりヘッドショットも意外と当たるようになります。バーサーカーやデバステーターも弱点の腰に当てやすいです。4発あれば十分といった感じ。ヘビーデバステーターのガトリングも2発ほどで無力化できます。光線距離が近くなるマップの時はオートマトンにフルチョークブレイカーも悪くないかもしれません。それでは今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。